こんにちは、たかしです。本日は4月1日土曜日、週末ですので、来週4月3日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。まずは冷やしからです。現在はこの冷やしの緑の三角持ち合いを上抜けてから、そこから今一旦の調整の下落のタイミングに入ってきたと考えてます。これがこのまま下に突き抜けてしまえば、この三角持ち合い上抜きは騙しだったということになるんですが、まずはこの三角持ち合い上限のライン付近で止まってくれるかどうかですね。そこで押しをつけて上昇していくのであれば、このボックス上限、そして最終的にはこの高値172円ぐらいを目指すと考えております。ただ今は一旦調整の期間ですので、その調整がどこまで行くのかを見極めていく、そんなタイミングに入ってます。冷やしのストキャスティクスは高値圏に入ってきておりますので、現在は一旦の下落を見ておきたいですね。そして GMMA は横ばいから少し上向きに変わってきました。まだ収束していますので何とも言えないんですが、この GMMA 付近でサポートされるのであれば、そこからの上昇、それは冷やし単位での上昇になっていくと思います。今冷やしでは上昇トレンドを描いて上昇中、そして直近の高値のこの緑丸を上抜けてきていませんので、ここでのダブルトップみたいな形で下落していく可能性も考えられますが、もしこの緑丸の高値を上抜けることができれば上昇トレンド継続ということになりますので、やはりまずは冷やしの GMMA でサポート、もしくは三角持ち合いの上限でサポートされるのを待つのが良さそうです。では4時間足です。冷やしの三角持ち合い上限はざっくりと引いたものなんですが、4時間足はヒゲ先に当てたライン、この水色のラインを引いております。この切り下げラインを今上抜けてきて、次そこにタッチしに行く、そんなタイミングに今は入ってます。昨日は一度上昇したんですが、高値圏での揉み合いからの下落、そしてそこというのはこのオレンジの平行チャンネルの上限付近でした。今は平行チャンネル上限からの下落中なので、この GMMA 付近ですね、もしくはこの平行チャンネルのセンターライン付近か、この水色の切り下げライン付近、この辺りで反発してくれば、そこからの再上昇になっていくと考えますが、このセンターラインを下抜けるような動き、もしくはこの水色のラインを下抜けるような動きになってくると、平行チャンネルの下限を目指して下落、最終的には155円ぐらいまで下落すると考えられます。ただ直近ではこの最安値ですね、3月24日の金曜日につけた最安値の戻り高値を上抜けてきてますので、トレンドは変わっていく方向ではありますので、まずは押しをつけてくれるのを待ちたいところ。ただこの上昇の仕方が気になるんですよね。ほぼ押しをつけずに上昇してます。この辺で少し、この辺で少しと押しをつけているんですが、それ以外はスルスルと上昇してますので、ということはスルスルと下落する可能性もありますので、そこは注意ですね。今一旦は4時間足の GMMA 付近、ここフィボナッチリトレースメントの 38.2% のラインが引いてます。これ直近の最安値から昨日高値に引いたものなんですが、162.7 付近、その辺が一旦下げ止まりそうな候補にはなってきます。で、そこを下抜けると、オレンジの平行チャンネルのセンターラインとこの水色の切り下げライン付近というところで162円付近ですね。そのあたりまで下落する可能性も考えておきたいです。今4時間足のストキャスティックス急激に下落中ですので、一旦これが安値圏に入りきるぐらいまでは下落傾向にあるのかなと。そしてストキャスティックスが安値圏に入ったタイミングで、先ほどの言ったようなポイントにある場合、そこでの下げ止まりを確認して次の反発の上昇の流れに乗っていくのがいいと思います。では1時間足です。昨日ツイッターでも投稿しているんですが、この高値ですね、ここ 165.875、165.9 付近、ここっていうのが先ほどの高値なんです。ここですね。なので、この高値付近まで来れば、そこで反発してくると思ってたんです。ですので、昨日結構急激に上昇してきたので、その付近、165.9 ぐらいまで上がってきたところでは反発の下落を考えたいみたいなツイートをしているんですが、そこに到達せずに今下落してきてます。どうして到達できなかったのかというところなんですが、オレンジの平行チャンネル上限でもあるので、ここも一つの理由なんですが、この黄色の矢印ですね、これいい位置
なんですよ。E、アルファベットの E に値で E 値なんですけど、今 E 値を達成してからの下落になってます。ここぴったり当たっているの分かりますよね。なのでこの E 値とか N 値っていうのは比較的意識されやすいし、理覚の目標にしやすいので結構便利な値ではあります。そして昨日はその E 値達成からの下落ですね。ダブルトップをつけるように下落。そして今は GMMA の青帯に深く突き刺さってきてますが、下落の勢いが結構強いので、このまま下抜けそうですね。4時間足のストキャスティクスがもう少し下げる余地があると先ほど言いましたので、もう少し下落するのかなと。で、ターゲットが先ほども言ってますが、この辺り、この緑のゾーンを描いてます。これが先ほど言ったフィボナッチリトレースメントの 38.2%、このオレンジのラインのところになります。価格では 162.5 から163円付近というところですね。その辺が一旦の下げ止まりの目安になるところですね。ここを下抜けてくると、この水色の切り下げラインとかちょっと見にくいんですが、オレンジの平行チャンネルのセンターラインがここに赤い点線で通っているんですが、その辺付近と思ってますので、価格は先ほども言いましたが162円付近ですね。そのあたりでの下げ止まりを見ていくのが良さそうです。逆に勢いよく下落してきた場合は、そこで下げ止まらない可能性がありますので、その場合は先ほど言いましたように、この水色のライン下抜けからの4時間足平行チャンネル下限を目指すような動きになる可能性を考えておくのが良さそうです。まずは週明け、もう少し下落余地がありますので、下げ止まりを待っていくのがいいと思います。まだ下落する可能性がありますけれども、その下落を狙うというよりは、下落したところからの次の上昇を狙っていくのが安全です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。今週分の更新は本日午後からを予定しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定していますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。